今日は邪馬台国の話だぜ。と言っても今回の動画は邪馬台国に新義倭王の金印を送った義の側から見た和と邪馬台国の話だ。女王卑弥呼の話だね。ところで、コマロは邪馬台国の女王卑弥呼が義から新義倭王の金印を受けたのは西暦何年だか知っているか？日本史の授業で習ったぜ。238年だろ。そうだ。ではなぜ238年にこの出来事が起こったか説明できるか？230年でも250年でもなく238年かということだ。それはわからないな。これはこの当時の北東アジアの情勢と大きく関係しているんだ。早速見てみよう。さっきの問いだが、この地図を見ればわかると思う。これが西暦238年1月の北東アジア、そしてこれが翌年239年1月の北東アジアだ。変がなくなって義の勢力が朝鮮半島まで伸びているね。だから邪馬台国まで義の勢力が及ぶようになったのか。そういうことだ。実は邪馬台国の使者が洛陽まで行ったのはまさに義と燕が戦って燕が滅亡した時期に重なっているんだ。時系列で見てみよう。古漢末期、両州の軍閥の董卓が洛陽に進軍して政権を握ると、それに反発した燕将曹操らが各地で渡兵し、中国は群雄割拠の時代に突入した。三国志の英雄たちの争いの始まりだね。この時、後漢の北東の辺境地帯に当たる両東軍の大使をしていた公孫卓という人物もまた自立した。さらに朝鮮半島にかけてこの勢力を伸ばしたのは公孫卓のこの公孫公の時代だ。あの延期燕将兄弟を切った公孫公か。そうだ。彼は洛郎軍の南の地域を分割して大砲軍を設け、中国からの移住民たちを集めて異民族の平定を進めた。これ以後、和と関東は大砲軍の支配を受けることになった。すると和の諸国、例えば邪馬台国の卑弥呼も初めは公孫公に使者を送って貢ぎ物を献上していたんだろうね。あの人々が卑弥呼を王に立てたのが永定の治世の末頃だから、公孫公と外交を行ったは王は卑弥呼に間違いないだろう。そして公孫卓、公孫公、公孫卿は3代にわたり簡素して義に侵従しながら反独立の立場にあり、両東半島から朝鮮半島にかけてを支配下に置いていた。義も南方2号、蜀というで帰国がある中、遠くの公孫氏に力を割く余裕はなく、親従の態度を示しさえすればそれ以上圧力をかけることはしなかったんだね。それが変わったのが大和2年、公孫燕が両東の主になってからだ。野心家である彼は義の両東大使の地位に甘んじようとせず、呉の孫権に使者を送るなど、義と暴領を天秤にかける態度を取るようになった。この状況を放置できないと考えた明帝は、優秀志士の官宮権を通じて公孫燕を都洛陽に呼び寄せる命令を下した。最後通帳のようなものだね。追い詰められた公孫燕は渡兵した。そして官宮権の討伐軍を破って威信を深めた公孫燕はついに慶初元年7月、自立して燕王を名乗った。蜀に三国時代が四国時代になったわけか。そんな公孫燕に対し、義の明帝宗英は最も信頼する重臣を大将として討伐に差し向けた。その名は芝居、あざ名は中達。天才諸葛亮の幾度の進行を完璧に防ぎ切ったあの地望の師、芝中達か。慶初2年1月に4万の兵を率いて洛陽を出発した芝居は、その年の夏に両党に到着し公孫燕をたびたび撃破すると、8月には東兵において公孫燕の首を切り、燕は滅亡した。実は卑弥呼の使者が大砲軍にやってきたのは、まさに芝居と公孫燕が交戦中の慶初2年6月なんだ。すごいタイミングだね。まだ芝居と公孫燕のどっちが勝つかわからない時期じゃないか。秘書の遠い伝によると、和の女王卑弥呼は大夫のなしめらを大砲軍に派遣し、天使に朝見して献上物を捧げたいと願い出た。献上物といっても奴隷10人と布というしょぼいものだったのだが、そこで大砲大使の龍華は楽人と兵士をつけて洛陽まで案内させたんだ。芝居が遠征に来るやいなや大砲軍に使者を送るって、当時としてはすごい情報収集力じゃない。いやまさか公孫燕の即位祝いに送ったつもりの使者だったりして。その可能性もあるし、たまたまなしめはその時大砲軍に居合わせただけだったのかもしれない。ただ一番可能性が高いと思うのは、芝居と公孫燕の戦いに先立って大砲軍が義の支配下に入り、そこから得た情報に従って卑弥呼がなしめらを派遣したということだ。慶初元年に公孫燕が燕王を自称すると、明帝は西州、燕州、幽州、紀州の4州に消直を下して大々的に海戦を作らせた。そして芝居を公孫燕討伐に派遣するのとは別に、大砲大使の劉金と学郎大使の千牛を密かに海からそれぞれの軍に入らせ、軍を平定させていたんだ。とすると大砲大使側に使者を送るように要求したのかもな。劉金なのか劉華なのかわからないけど、伊都国には代々王がいて、ずっと女王国つまり邪馬台国の支配を受けていた。大砲軍からの使者が行き来をする場合、
いつもここに留まっていた。糸国が倭の外交窓口の役割を果たしており、李の使者が自ら邪馬台国やその他の倭の諸国に行くことはなかったんだね。そうだ。そして大砲軍の使者が糸国に来て倭に使者を派遣するよう示唆し、糸国がそれを支配国である邪馬台国に連絡し、邪馬台国がそれに応じてなシメラを派遣したと考えるのが自然なように思う。なるほど。そしてその年の12月、明帝は命の利を下し、卑弥呼を真偽は王とし金印指示を授けた。さらに織物や刀、銅鏡、真珠など多くの貸し品を賜ったという。なおこの12月の8日に明帝は病の床につき、手順には重体となり、翌月初には崩御している。倭国の使者に命の利を下した時の明帝の容体がどうだったかはわからない。それにしても、倭の献上物と義の貸し品の差がすごいな。なんでこんなに厚遇したんだろう。そうだな。義は建国以来、蜀との戦いで領土を得ることはできず、異民族に対しても軍事上の成功は多いとは言えなかった。確かに秦や前漢、後漢に比べるとその点見劣りするよな。そこに円の征服という成果があり、そしてこれまでの歴代王朝ともほとんど交流のなかった遥か東方の倭が使者をよこしてきた。これは義にとっての大成果だった。それが優遇の一つの理由。もう一つの理由は明帝の命の利にあるこの言葉が示している。これらのすべてはそれを汝の国のうちの者たちに示して、朝廷が汝らに深く心を注いでいることを知らしめんがためのもので、それゆえことさらに丁重に汝に良き品々を貸しするのである。今回使者を送ってきた邪馬台国だけでなく、他の倭の国々にも義の国力と運徳を示す目的で、あえて良い貸し品を与えたんだね。なぜ他の倭の国にも義の国力と運徳を示したかったのか、一つ考えられるのが以下の記述だ。倭までの道のりを測ってみるに、海慶や東野の東方に位置するのであろう。海慶や東野の東方って、今の奄美とか沖縄あたりだね。この辺に位置すると考えられていたんだ。実際の邪馬台国がどこにあったかは別として、こんな南にあるということは、呉から海を渡っていける距離にあるということになる。そして呉の孫権は数年前の230年に伊州と丹州に武装兵1万人を派遣している。伊州はおそらく台湾、丹州は秦の始皇帝が派遣した女服がとどまった土地だと記載されている。結局伊州からは数千人の住民を連れ帰ったが、丹州には行き着くことができなかったため、孫権は任務を達成しなかったとして派遣軍の将軍を処刑した。呉がたどり着けなかった丹州と李に使者を送った倭は同じ地域なのかな。それは書かれていないし、三国志の倭の記述のところにも女服や丹州といった言葉は書かれていない。ただ呉がいずれこの倭にアプローチしてくることを念頭に、先に義の勢力圏に組み込んでおきたいなんてことも頭の中にあったかもしれない。なるほどな。だとさ、正史三国志の中で異民族の独立した伝って右岸戦費遠い伝しかないじゃん。そうだな。漢書や五漢書では郷土、京、西南夷などの伝があるけど、三国志ではその一つだけだ。しかもその中で倭の記述の割合が高い。李との直接の関わりは戦費あたりの方がはるかに多いのに、どうして倭についての記述がこんなに多いの？最大の理由は、異民族の中でも特に倭について、魏の時代に新しい情報が入ってきたからだろうな。そしてもう一つ考えられるのは、正史三国志の著者である陳寿の秦の宮廷への忖度だ。忖度。全体として両党から漢、そして倭まで義の支配が及ぶようになったのは芝居の功績であり、邪馬台国が使者を派遣したのは間接的には芝居の功績と言えなくもない。そして三国志の著者である陳寿は秦に仕官していた。当時の秦の皇帝は芝居の孫の芝縁だった。陳寿が倭の様子をとりわけ詳しく三国志に記載したのは、こういう事情があるからかもしれない。はあ、例えばこの時の将軍が芝居じゃなくて別の誰かだったら、三国志にここまで倭のことが触れられることもなかったかもしれないのか。確かに三国志の中での倭の記述の多さは、他の異民族と比べても多めだな。おしかりに芝居が討伐に失敗し、落老大宝が再び高孫園の支配に戻っていたら、女王卑弥呼の名前が史書に残らなかった可能性が十分にある。とすると、後世の人々が邪馬台国の女王卑弥呼の存在を認識できたのも芝居の功績かもしれないわけか。まあ、高孫園の功績かもしれないけどな。正史元年、大宝太子の九順は、建中行為の帝春らに証書と印綬とを報じて倭国に派遣し、倭王の位を授け、同時に命の利と貸し品を与えた。倭王はその使者を通じて上表し、熱い命の利に対する感謝の気持ちを表した。3年後の正史4年に卑弥呼は大夫の異正義、歴役ら8人を使者として義に派遣した。その年の12月に使者は洛陽に到着し、奴隷などを献上した。卑弥呼からの2回目の使者の派遣だね。さて倭には多くの国があったが、
邪馬台国の南にある久名国は邪馬台国とは敵対しており、久名国王の卑弥呼は卑弥呼と仲が悪かった。そしてこの時、久名国と邪馬台国の間で戦闘が発生した。久名国は魏からは王のお墨付きをもらった邪馬台国の卑弥呼が支配力を強めるのを嫌ったんだろうな。魏からの豊富な貸し品を見て自分が取って代わろうと思ったのかも。そして倭は大宝軍に久名国との戦闘について報告した。正史8年のことだ。大宝太子の九順はこの時、漢の先住民との戦いで戦死しており、後任の大宝太子として赴任した王毅が部下で再草遠氏の長生らを倭国に派遣し、邪馬台国と久名国に和解をするように諭したんだ。ちなみにこの大宝太子の王毅は後に当該に従って蜀の討伐に参加し、脅威の攻撃に向かっているぜ。彼の孫は後に劉陽、赤禄らと共に栄華の乱で新虎落陽を攻め落とした奥義だ。ふむふむ。そして倭に赴いた長生なんだが、この時王になっていた豊に檄文を送って教会を行い、豊は前回使者として派遣された駅役たちを派遣して長生の帰還を遅らせた。彼らはそのまま洛陽の朝廷に赴いて貢ぎ物を献上したらしい。あれ、長生が帰国する時にはもう王は卑弥呼から豊に変わっていたんだ。そうなんだ。卑弥呼が死んだ年や具体的な死因は不明だ。だが卑弥呼が死に、卑弥呼の大規模な墓が築かれ、男の王が立ったが国中が服従せず内乱が発生して1000人以上の死者が出たらしい。そこで卑弥呼の親族の娘である豊が13歳で王になり、ようやく国内が安定した。いろんなことが起こっているね。長生が来てから卑弥呼が死んだというより、前回の正史4年の使者の派遣からの情報が正史8年に長生が倭に来た時にアップデートされた。つまりその4年間の間にいろいろなことが起こったと考えられるのかな。諸説あるけど俺はそうじゃないかと思う。だとすると久名国は卑弥呼の死後に倭が混乱したのを好機と見て侵入してきたのかもしれない。すると例えば卑弥呼が正史4年から6年あたりに亡くなり、その後男の王が即位し内乱が起こり、久名国が侵入し豊が立って何度か国内は安定したものの、久名国との戦いに苦しめられていたので死者を大宝軍に派遣したとか。一つの仮説としてはな。またそうではなく、先に久名国との戦争があり、長生が倭に派遣されている間に卑弥呼の死、内乱、豊の即位という出来事が立て続けに起こったのかもしれない。そういう意見の人が多いかもね。ただそうすると長生の滞在期間がかなり長くなるけどな。それはともかく、長生が豊に檄文を送って教会を行ったという記述からは、長生自身はこの時も邪馬台国に赴かず伊都国にとどまっていたことが推測される。魏の使者は伊都国に滞在して外交活動を行いつついろんな情報を得ていたんだろうね。その後はどうなったの？新書には以下の記載がある。先帝が公孫氏を平定すると、その女王が使者を派遣して大宝軍に至って朝見し、その後は貢献が絶えなかった。文帝が将となるとまた何度もやってきた。大使年間の初めに使者を派遣して翻訳を重ねて入港した。司馬省の執政時代は255年から265年か。この期間にもたびたび使者は派遣されていたんだね。大使年間の初めってのは日本史では266年って教わったな。そしてこれを最後に、中国の史書に倭に関する記載はしばらく見られなくなる。これは中国の側の理由によるもので、八王の乱で秦が内乱状態に陥り、栄華の乱でその統治が崩壊すると、洛陽軍と大宝軍は高句麗に征服されてしまう。こうして中国と倭の間の外交ルートは倭の豪王の時代まで途絶えてしまうんだ。空白の4世紀ってやつだね。さて、今回は魏と倭の国交の開始とその後の推移について見てきたぜ。魏晋の東方経営については高孫延の死後の高句麗や三漢との戦争も取り上げたいのだが、それはまた別の動画で扱うとしよう。そうだね。倭についても女福伝説や邪馬台国の所在地など気になるテーマがいろいろあるな。それらもいずれ扱おうと思う。では今回はここまで。また別の動画も見てね。